かりやすくけわかりやすくけ俺のことを KYT4141 さん、めちゃくちゃかっこいいです。ハンドスライドの際にどうしても180度回りきってしまうのですが、そうならないコツがあれば教えていただきたいです。あと火花が出るスライドグローブは自作でしょうか。男心をくすぐられます。次の動画も楽しみに待っています。質問来ましたね。質問来ましたね。ちゃんとハンドスライドの時、俺はバックサイドやってるから、ハンドスライドの時とかって多分肩なんですよ。スケボーの方向指示っていうのは前側の肩、レギュラーだったら左肩、グーフィーだったら右肩、肩で方向を決めてるんで、ハンドスライドでガッてなっちゃった時にこの肩が内側向いちゃったら180一緒、これが外側向いとけば元に戻る。だから肩を意識すればそういうことは多分全部回避できると思います。スライドグローブあれ自作ですか？自作。あ、本当。あれ昔ね、よくああいう中国製でね、スライドグローブに石がついてるのが結構あったのね。で今もう全然見なくなっちゃったけど、キャンプ用品とかにある石、あれを切って中に入れてそれで作ったの。そうそう、自作です。夜すごいんだよね。夜すごい。ちともさん、 Z フレックスやクルーザーでトリックをするときにストリートのデッキの時とで違いなど意識していることはありますか？今意識っていうか、俺今回そのホイールベースを2回動かしたかな。これがその J のノーマルの状態、やつと同じもの。全く同じ。俺の実際ビデオで撮ったやつはこういう感じ。ビス穴がだいぶ違うね。ホイールベースがだいぶ詰まってるね。そうなの。一番最初この板をもう組んだ時にもうテールの部分は3センチ前に持ってったのね。純正の方はテールが短いからやっぱオーリーが重たいんですよ。でその重たさをなるべく軽くしたいからそれで前に出して、でプラステールガードつけるのでちょっと調整したのね。最初はこのテールだけの位置だけ変えただけだったんだけど、やっぱねオーリーやったらちょっとこのトラックが前にありすぎるのが重く感じたんだよね。だからなるべくこっちに戻して、ホイールベースがもともとは16インチ近くあるんだけど、そんなに長いの？それを13点いくつかなぐらいに切ったかな、短くして。そうすると本来のそのトリック用のホイールベースぐらいになるんで、バランスを少し真ん中に持ってきた感じ。ダウンヒルとかクルージングやるだけだったらホイールベース、純正のホイールベースで全然いいのね。そっちの方が気持ちよく乗れるんだけど、今回は少しこれでトリック的なこともやろうと思ったから、これでだいぶもう変わっちゃうかな。あともう一個あるとしたら、俺はアングルのライザーを入れて、こっちは2分の1のライザーが入ってるんだけど、純正はね、純正でやろうと思ったんだけど、2分の1だとねちょっと俺は高く感じて、ちょっとプッシュとかやると疲れちゃう感じだったんで、それでこっちは変えたの。アングルは高い方をもう両方とも低い方が端っこ、末端にした。だからよりクイックに曲がれるように、よりクイックに旋回できるようにしたって感じかな。はっきり言ってオーリーとかやるんだったら間違いなくシングルキックじゃない方が全然いいんですよ。やっぱりダブルキックの方が絶対いい。あとノーズはなるべく大きい方がいいです、絶対オーリーするんだったら。でもこの形でしかできないアイデアとか、これの形でしか生まれてこないフィーリングっていうのも多分あるから、重要なのは自分がこの板乗りたいかどうかだよね。なんか、そのフィーリングが一番大切だと思います。俺は J のこのボードはめちゃくちゃテンション上がったし、やっぱ最高だった。めっちゃいい。もうめちゃくちゃ気づいてるね。これ撮影だけでこうなったら、いいでしょ。なんかこれはこれでチップしてますよ、チップ。もうしまくってるよ。アンクレマーさんからウォウザス、ウォウザス、ありがとうございますみたいな。ウォウザスって、いやありがとうございます。こちらこそウォウザス。松池、いや読めないな。昭和の昭に誠と書いて秋。松池さん、音楽も映像も完璧すぎですね。おお、嬉しい。ありがとうございます。 J 乗ってみてください。マットさん、今回の村八部も見事にはまっていますが、映像で使用する音楽は撮影後に決められるのでしょうか、あるいは普段からこれを使おうと考えていらっしゃるのでしょうか。質問ですね、これは。今回の撮影に関しては音楽を何にするっていうのは最初は決めてないです。で結構撮影何回かした時に何曲か使いたい曲があって、でもなんか合わなかったんだよな。
で村八分の今回の「あ」っていう曲は使ってみたいとは思ってたけど、ちゃんとその正式にオファーしてそれがなんだろう今回使っていいですっていう風になるかどうかっていうのは怪しかったんで、やっぱ僕らの仲間の曲とかやっぱそういうところからこうやるんだけど、結構どれもちょっとイメージに合わなくて、あそういえば村八分の「あ」って曲あったなと思って入れたらスピード感とかなんかハマった感じだったから、うわーやりたいなみたいなそれで正式にちゃんとオファーしたって感じだから、撮影あんまり決めてなかったですね。普段はどんな感じですか？もういろいろケースバイケースだけど、でもねやっぱりスケボーが先かな。やっぱり初期衝動としてはやっぱ自分の滑り、その時何が出るか分かんないし、どっちかというと撮影はね重田はよく知ってるけど本当何も決めないでいつも行くから、その時本当何が出るか自分でも分かんないし、音楽も全然決めてないですね。サニー32さんから前からその板気になってたんですけど、森田さんが乗ってるとこを見たらかっこよすぎてまた欲しくなってきました。また買いたいもの増えちゃいそうです。やった買いましょうよ買ってください。ゆうすけナックさん、ソフトウィールにスペーサービルトインのベアリングを普段から使っていますが、スペーサーなしでも耐久性とかパワスラの時に違いは出てくるのでしょうか？いやそれはね疑問に思ってる人多いと思うんですけど、僕は街中で滑るぐらいのダウンヒルをメインにやってるから、正直山でやる本当に100キロ超えするようなねダウンヒルをやってる人たちの経験は俺はしてないんで、そうするとベアリングスペーサーに関してもビルトインのベアリングに関してもそれぞれ多分意見が違うと思うんであれなんだけど、やっぱり高速になればなるほどやっぱりベアリングにかかってくるなんていうんだろう負担は大きくなってくると思うのね。でその時にやっぱりダウンヒルやってる人たちの例えば100キロ超え本当に走ってる人たちのベアリングを見ると大体みんなビルトインをちゃんと使ってるんですよ。でそうするとやっぱビルトインの特性上やっぱり安定感は揺るぎないものなんだと思うのね。ただうちらストリートをベースにやってる人たちにとってやっぱり何が一番あれかっていうと、結構やっぱオーリーを主軸にしてる人たちやっぱ軽量化が結構でかかったり、あとやっぱり自分たちのやり方、例えばウィールパワースライドする時に音がしたいとかウィールの硬い音がしたいとかね、やっぱそれもモチベーションの一つだから、やっぱりロングボードとかクルーザーってどうしてもパワースライドの音とか入り方とかちょっとハードウィールのそれとはだいぶ違うんで、そうすると俺はベアリングは今はほんとセパレートの普通のベアリング、ノーマルのベアリングをオイルベアリング使ってんだけど、これも好き好きだと思うんで、一応ビルトインのベアリングも使ったことはあるんだけど、ビルトインベアリングに関してはもう少し本気で経験していかないとなと思ってるから、どうしても俺らが住んでる町山ないんで山から降りるダウンヒルっていうのはあんまりできないしね。なんかそういう意味ではビルトインはまだ正直まだ研究不足、自分としては研究不足。あと今日もお客さんで来たんだけど、やっぱりベアリングスペーサーについての本当の意義意味っていうのがやっぱり飾りだと思ってる人も多いと思うんで、そういうのもやっぱりなんかこの YouTube の番組使ってちゃんと本格的な検証していければなと思ってますけど。本日はありがとうございました。